猿できたビーナスライン寄ってあげた方がよかったな。ということで皆様どうもこんにちは、ランソンです。前回ねモンキーが完成したということで動画をパパッと投稿したと思うんですけれど、今回はねそのモンキーを携えて長野県はこちらビーナスラインにやってきました。でね、これから完成したモンキーでこうビーナスラインの道走っていこうと思うんですけれど、見ての通りバイクで走行できる格好じゃないので、今からちょっとねバイクで走行できるように着替えてきますので、ちょっと皆様このままお待ちください。ということでね、声聞こえてるかな。一応この格好が走行する時のロンソンの格好なので覚えておいてください。ということで、じゃあ早速ビーナスラインレッツゴー。はい、ということで行ってきました。長野県はビーナスライン。この動画ではビーナスラインが長野県のどこにあるのっていう大体の場所のご説明だったり、またビーナスラインでねどういった観光ができるのっていう観光スポットのおすすめだったりで、ビーナスライン行くんだったらこういう風な経路で行かれると楽しいと思いますよっていうことをおすすめスポットの紹介であったりっていうものをね動画にしていきたいと思います。あとちょっとねビーナスラインについての雑談というかっていうものも動画にしていきますので、最後までご覧いただければ幸いです。で、まずはじめにここら辺にね地図出しましたけど、ビーナスラインっていうのが、長野県のねどこら辺にあって、どこからスタートでどこら辺までの距離の道のことをビーナスラインって言ってるのかっていうのをね地図を見ながらねこうお話ししていこうかなというふうに思います。で、一応ねこの地図の出発地点っていうのは今回は、長野県の諏訪にあるこの諏訪インターっていうものをね出発点とさせていただきました。やっぱりね走りで車だったり、バイクの聖地って呼ばれているビーナスラインですので、大体の人が電車で来ることはないだろうということで、一応ね諏訪インターからこうやって行くんですよっていうのを簡単にね地図見ながら説明していこうかなと思います。で、諏訪インターを追ってこの20号線っていうのを右に曲がってでまっすぐ進んでいくと分岐して、ここのね152号線っていうものを左に曲がるんですね。で、一応ねちょっとここに地図上ではそのビーナスライン出発点っていうのがここにねあるんですけど、ちょっとねこっから先はねビーナスラインとは書いてないんですよね。書いてないんでちょっとどこら辺が正確なスタートかって言われるとすいません、ロンソンもよく分かっておりませんただね一応地図上で見るとこの152号線を今ね道なりにずっと進んでいって192号線っていうのをね左に曲がったここら辺はねちゃんとビーナスラインって書いてあるんで、一応ここからスタートということでロンソンの動画をご説明していこうと思います。で、ここからビーナスラインっていう道がこうずっと進んでいって、でひたすらこうどこまで続くのって感じで進んでいくと、ここですねビーナスライン、道の駅ビーナスライン立科湖っていうここをねまだ通過します。まだ通過してビーナスラインはどんどん進んでいくというかまだあるんですね。まだまだ進んでいってまだまだ行ってでそろそろ見えてきました。ここ白樺湖ファミリーランドだったり池の平ホテルがあるっていうのでいろいろとね観光名所が多くあるこの白樺湖をまだ越えていきます。まだ越えていってこの道をまだ進んで山道を進んで霧ヶ峰高原、ここもねまだ北に進みます。結構ね最後にね走行距離というか全長をざーっと見せるんですけれど、結構進んでるというか、結構距離あるんですよね。全長というかね端から端まで走ろうと思うと。で、最終的にどこまで行くのっていうとここですね、美ヶ原高原美術館までということで、大体ですけどね、ここら辺にあった立科湖ぐらいから美ヶ原高原美術館まで
地図上ではね70キロって書いてあるんですけど、ちょっとね他の資料を調べたら 54.7、55キロぐらいっていう風に書いてあったり、だいたい少なくとも60キロぐらいの道のりがヴィーナスラインでは全長であるらしいですね。ロンソンもね全部を全部走ったことないんでね、こんなに長いんだと思ってねびっくりしました。だいたいあれですね、この諏訪市から松本市までの距離が結構距離あるなと、60キロずっとヴィーナスラインって道あるんだなって今回調べて初めて知りましたけど、というのがね長野県にあるヴィーナスラインっていう道のは大まかな全長でございました。で今回はヴィーナスラインを60キロね端から端まで全て走ってるわけではございません。動画の方で、撮影した場所っていうのが今この青線でね書かれているルートを、走行したんですけれど、だいたいこの白樺湖っていうところをスタートして、でこのヴィーナスライン走っていって、で最終的にこの霧ヶ峰高原っていうところまでの、12キロ20分弱の距離を、行ったり来たり何回か動画撮影で走行しておりました。やっぱりね一番ねここのヴィーナスラインのここの景色っていうのが一番ね綺麗にこう走ってて楽しいなっていう、景色が一番美しいところっていうと大体ここの区間になるので、ここをね行ったり来たり何回か動画を撮影しておりました。で今回ねあまりにも綺麗に撮れたんで、この白樺湖から霧ヶ峰高原までっていう道のりと、逆パターンの霧ヶ峰高原から白樺湖までっていう間の、走行中の映像ってものもまた別動画の方でねしっかりと動画にして出していこうと思いますので、またぜひそちらの方もご覧ください。で先ほどヴィーナスラインは白樺湖から霧ヶ峰の間ぐらいが一番景色がね美しくて走行してて楽しいですよっていう話をしたんですけれど、それを踏まえてロンソンのおすすめヴィーナスラインの、観光スポットっていうものを、この後簡単にねご説明というかご紹介していきたいなと思います。で今皆さんにねこの白樺湖っていうのをこう写真で地図で見ていただいてるんですけれど、ズバリねここのね白樺湖っていうのがヴィーナスラインの中では一番観光っていうか一番遊べるものが多いんですよ60キロただ本当にねバイクとか車で走るっていうのが楽しい方だったらもちろんねそういう観光名所行かなくていいんですけど、なかなかそうもいかないじゃないですか。皆さん例えばね恋人と一緒に旅行に行くって言ってただ道だけ走って帰ってくるって言ったら絶対怒られますし、結婚してね奥さんとか子供がいるのにちょっとヴィーナスライン60キロ走りたいんだよねって言ったらなんでって多分絶対反対されるんで、観光名所を目的にヴィーナスラインに行ってみようよっていうようなねそういうアプローチの仕方をした方がいいんじゃないかなということで、白樺湖って結構ねいろんなものが多いんですよ。遊べるものとか観光見るものっていうものが。でまずおすすめとしてあるのがこの40号線っていうのがヴィーナスラインなんですけれど、ここのねすぐ下にあるこのテディベア美術館っていうのがまたちょっと画像を出しておくと思うんですけれど、館内がね全部テディベアで埋め尽くされてこう世界各国の1000体以上のテディベアが展示されているということで、ここら辺はね女性の方だったりお子様とかが一緒に行けばねだいぶテンション上がるんじゃないかなと。で当然お土産コーナーにもテディベアが販売されてるので見に行ってね楽しかったって言ってお土産でねクマ買って帰るっていうのもいいんじゃないかなと。あとはねここちょっとすいませんロンソン行ったことないと思うんだけど、このワクワク動物王国とかこの白樺リゾート池の平ファミリーランドっていうのがこの白樺湖周辺にはね結構こういうお子様も楽しめますよみたいなファミリーランドだったり動物王国っていうものが数多く隣接して設置されているんで、特にねここら辺とかはねファミリー層のお子様連れだったらこの白樺湖のここら辺でね遊んでみるっていうのもなかなか一つ面白いんじゃないかなと。であとこれだな、こ
この白川リゾート池の平ホテルっていうのが、実際泊まったことないんですけど、毎年毎年、プリキュアと仮面ライダーのお部屋を準備してるんですよ。ですので本当に保育園幼稚園ぐらいのお子さんとかがいらっしゃるご家庭だったら、ここら辺の池の平で遊んで、そのまま池の平ホテルのプリキュアルームだったり仮面ライダールームで一泊してっていうような、そういうね旅行もなかなか計画したら楽しいんじゃないかなと思うので、結構ねここら辺のファミリーランドとか動物王国池の平ホテルっていうのはファミリー層に向けては結構いいおすすめスポットなんじゃないかなと思っております。あとね、ここら辺とかにも白樺湖温泉すずらんの湯っていうね、なんか温泉スポットもあるんで、結構ねちょっと言葉あるんですけど、ご高齢のご夫婦だったりっていうのはツーリングとか車でドライブした後にここら辺の温泉でねゆったり汗を流して、それでまた帰るっていうのもねなかなかいいんじゃないかなということで、ビーナスラインはここの白樺湖を遊びとして白樺湖に向けて走る道中としてビーナスライン走るっていうのがね、なかなか皆様ねご家族だったりカップルだったりっていうので行くにはこういうプランで行った方がいいんじゃないかなという勝手なおすすめをね今適当にお送りしておりますけれど、さてそれらを踏まえて白樺湖にはいろいろと観光できたり遊べる場所いっぱいありますよっていうことで、ロンソンビューのね、一応ロンソン作ってる動画だからロンソンだったらこういうプランでビーナスライン走ってみるっていうのどうですかっていうことでご提案するのが、最初に言った通り一応ね車とかバイクで来る方っていうことを前提に諏訪インターを降りていただいて、でそのままここのね20号線というところに乗ります。で20号線を左に曲がって、でもあとは20号線を道なりにずっと進んでいって、でここですね40号線っていうところを右に曲がると、でこの道をずっと進んでいくと、多少山道なんでちょっと走りづらいかなっていうところぐらいですけど、そんなにね急な山道じゃないんで問題ないんじゃないかなと思っています。でさっきの40号線をずっと進んでいくと、ここですね霧ヶ峰高原に到着することができます。でここからね霧ヶ峰からここがもうビーナスラインになってるので、ここからビーナスラインの景色のいい風景を眺めながら走行していただいて、で最終的な目的地っていうのがこの白樺湖っていうことで、この白樺湖の、池の平ファミリーランドで、家族の方だったら遊んでいただければいいと思いますし、恋人とかカップルで行かれる方でしたらこのテディベア美術館だったり、ガラスオルゴール美術館っていうところでねいろいろと楽しんでいただければいいんじゃないかなと。でこの経路だとこのままじゃあ帰ろうって言った時には白樺湖を出発してまたビーナスラインのね今度逆向きで走行することができて、でこっちの方のね霧ヶ峰高原の方へ帰るっていうことができるんで、こっちのこのねビーナスラインの、霧ヶ峰と白樺湖間が往路も復路も両方とも走行できるっていうプランになりますんで、でねあとちょっとおまけ程度ですけれど、この40号線のここにねこの諏訪立石公園っていうものがあって、ちょっと画像小さくて申し訳ないんですけれど、ここからね諏訪湖とかを一望できるっていう結構ね眺めのいい展望公園がありますんで、こういったところもね多少楽しみながら日帰りでもいいですしね、先ほど言った通り白樺湖の池の平ホテルで一泊してもいいですし、あと諏訪のこっちの方でね宿取って一泊っていうのでもいいですし、こういうプランだったら行くだけで1時間ぐらいなんでそんなにね難しい話じゃないのかなと。やっぱり端から端までビーナスライン走るっていうと、ルート的にはこっちの方大回りしていくっていう形になるんでちょっとね時間かかっちゃったりしてね、また走ってるね運転手は楽しいんですけど同乗してる人は何一つ楽しくない可能性があるんで、こういうプランで走ってみてもいいんじゃないかなという、一応ねロンソンの動画なんで勝手に動画おすすめの道まで紹介しましたけれど、ご利用される方いらっしゃいましたらねぜひ利用してみてはいかがでしょうか。突然ですがここで一つ問題です。ロンソンはこのビーナスライン走行中に
とある有名人の方とすれ違いました。さてロンソンがすれ違った有名人というのは一体誰なんでしょうか。これはですね、ヒントとしてはほとんどの人が国民全員、日本人だったら誰しも名前は聞いたことがあるという、ただ誰もが会ったことはほぼないっていうような有名人なんですけれど、さて皆様どなたか想像つきましたかね。それでは映像とともに確認していきましょう。はい、ロンソンがコーナーを曲がって1人目のライダーを通過して2人目、先ほど映った2人目のライダーがすごい有名人だったんですけれど、皆様お分かりいただけたでしょうか。スローでもう一度確認してみましょう。はい、私ロンソンコーナーを曲がってで1人目のライダーとすれ違って2人目のこの方ということで、正解は仮面ライダーとすれ違ったでした。いや当日はね、ロンソンはすれ違った瞬間に仮面ライダーだって言ってこうすげえ気づいてテンション上がったんですけど、ちょっと後ろのねカメラさんは気づかなかったっていうことで、帰ったら動画編集しながらちゃんと映ってたらネタにしよっかっていう風に冷静に言われてまあ今回ちょっとね映っててよかったですっていうことで、ネタ枠でこんなくだらないことを入れてみましたさてこの動画の最後にヴィーナスラインの走行動画というものは、別動画にしてアップしますので、また興味がある方はそちらをご覧ください。で走行中の正面の映像だけだと、ヴィーナスラインの美しさとかね、いろんなものが映像としてはお見せできなかったので、一応ね要所要所止まって写真撮影等は実施しておりましたので、最後にねそこら辺の写真を皆様にお送りして動画の方は終了させていただこうかなと思います。それではここまでご清聴いただきましてありがとうございます。皆様の旅行とかのね計画に参考として動画が活用されれば幸いです。では。